がとうございます。ここは大阪駅です。今回の動画は大阪府下を運転する列車で2両編成の列車を探してきました。以前の動画で特急ひだに大阪駅から乗車し高山まで移動した動画を投稿しました。その際に乗車したひだがなんと2両編成でした。大都会大阪駅から出発の特急列車が2両編成なのに少し驚いたのと同時に大阪府下で他にも2両編成の列車があるのではないかと思い早速調べてみました。というわけでまずは特急ひだからご紹介します。大阪駅在来線に JR 東海のしかも機動車特急が発着しているのも驚きですが2両編成なのがさらに驚きでした。ただし増欠もあるようで日によっては4両編成に増車される日もあるようです。ただし現状ほとんどの日が2両編成での運転のようです。しかも1両は自由席なので指定席は1両のみとなります。外国からの旅行者の方に大人気の高山に指定席1両なのでほとんどの日において指定席はすぐに売り切れています。座席は沿線の紅葉や祭りをイメージした赤色を基調にした座席でした。大型の背面テーブルも設置されておりお弁当も快適にいただくことができます。すべての座席にコンセントが設置されていました。新大阪駅出発後に流れる JR 東海の車内チャイムがとても新鮮でした。今日も特急ひだ号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急ひだ25号高山行きです。停車駅は日によってはキャパ不足との噂もよく聞きますが3両だとちょうどいいようですがひだ号に使用されている HC85 系は2両または4両が基本編成なので増欠はなかなか難しいのが実情だと思います。大阪米原間は JR 西日本の通勤電車で混雑する区間を JR 東海の機動車が颯爽と走る姿はかなり目立った存在でした。この区間は通勤で利用されている方も一定数おられました。草津を出ますと米原に止まります。また大阪、新大阪、京都など JR 京都線の主要駅から乗り換えなしで高山まで行ける利便性が良いのも大阪ひだの人気を支えている理由だと思います。 JR 京都線、琵琶湖線、東海道本線、高山本線を颯爽とハイブリッドシステムで走る HC85 系特急ひだの動画を別動画で投稿しています。ぜひご覧ください。大阪を出発したひだは終点の高山まで2両で走るのではなく途中の岐阜駅で名古屋から来たひだ5号と連結し6両編成以上で高山へ向かいます。大阪岐阜駅間のみ2両編成での運転となります。先代のキハ85系から新型の HC85 系にバトンタッチされ今後も安定して運行されるように思えますが大阪からは現在1日1往復のみの運転でしかも2両編成の特急を JR 東海は行く末は廃止したいのかもしれません。
ご乗車ありがとうございました。列車はまもなく高山に到着をいたします。お出口。高山駅に到着しました。せっかく岐阜駅で名古屋からの編成を連結しましたが、高山駅で大阪からの編成を切り離し、この先の飛騨古川へ向かうのは名古屋からの編成のみとなります。1本の列車が連結と切り離しを行う珍しい列車、飛騨5号、25号でした。貴重な JR 会社間をまたぐ特急にいつまでも走り続けてほしいと思いました。次に来たのは近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅です。こちらから南大阪線の吉野行き特急に乗車したいと思います。大阪阿部野橋駅から出発する吉野特急の多くの電車は2両編成での運転です。専用車両が使用される桜ライナーや青のシンフォニー、また朝夕のラッシュ時間を中心に4両の特急も運転されていますが、2両の特急が1日を通して多く運転されています。近鉄特急といえば火の鳥や島風、アーバンライナーなど華やかな特急列車や観光列車のイメージがありますが、南大阪線を走る近鉄特急はどちらかといえば地味でひっそりとした印象があります。トイレは思っていたよりも綺麗でした。洗面所には近鉄特急伝統の紙おしぼりが置かれていました。座席もリクライニングシートにリニューアルされており、座り心地も良かったです。車内 Wi-Fi、コンセントはもちろん設置されていませんでした。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は吉野行き特急です。途中車両高野柏神宮前飛鳥坪坂山吉野特急の停車駅を聞いて思ったのですが、阿部野橋橿原神宮前駅間は27駅中3駅に停車します。しかも最初の停車駅釈土駅までは21駅を連続通過し、特急らしい走りを見せますが、橿原神宮前から先は15駅中なんと9駅、半分以上の駅に停車します。しかも武田駅からの4駅は各駅に停車します。矢田駅を通過後、大和川を渡り大阪市東住吉区から松原市へと入ります。この大和川橋梁は2018年4月河川の増水により線路が歪み運転見合わせとなりましたが、この際復旧には数日かかると思われましたが、なんと近鉄は翌日には復旧するという伝説級の運転再開を果たしました。この復旧劇により世間では止まらない近鉄と噂されました。桜の時期には吉野を訪れるたくさんの人で混雑しますが、それ以外の特に日中はとても閑散としており、2両でも余裕のある車内の状態でした。今回橿原神宮前駅まで乗車した特急は近鉄特急の車両の中では一番古い16000系です。ほぼ同じ年代に製造された大阪線12200系は一部の車両を除きすでに引退しており、営業する特急列車としては運転されていません。この16000系もわずか1編成まで減少しています。状況から見てもこの車両はあと数年以内に引退すると思われます。今回乗車して感じたことですが、車内は
改造に改造を重ねており、デビュー当時の面影はかなりなくなっていますが、近鉄特急伝統の入り口幅の狭い折りたたみ式の折戸や、室内の様々な場所に昭和の近鉄特急の面影を見ることができます。また、近鉄特急には年代の古い車両と最新の車両を連結するいわゆる格差列車があらゆる路線で見受けられますが、16000系と最新の16400系が連結された際には車齢33年差となり、外観はもちろんですが、車内、そしてトイレに至るまで設備の差が凄まじいです。いわゆる外れ特急ですが、今回は選んで乗車しました。電車は長野線との分岐駅、古市駅を通過しました。この先、山間部を越えて大阪府から奈良県へと入ります。いらっしゃいます。ご注意ください。最近の特急車両ではめっきり使われなくなった折りたたみ式の折戸です。昭和の特急車両にはこのタイプのドアが多かったです。今回は橿原神宮前で下車しましたが、乗車して車両が大事に使われているおかげでとても快適に移動することができました。できれば引退までに終点の吉野までゆっくりと乗車したいと思いました。次は近鉄南大阪線道明寺駅に行ってきました。ここから乗車するのは道明寺柏原駅間を走る道明寺線の電車です。こちらも2両編成での運転です。道明寺線は大正16年に開通し、近鉄線全線の中で最も古い路線です。南大阪線開通前の道明寺線は柏原駅から道明寺を通過し、古市、河内長野へとつながっていました。地図を見ると南大阪線が道明寺、古市駅で大きくカーブする配置になり、先に開通した道明寺線、長野線がほぼ直線で線形が良いのはそのためです。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は柏原駅各駅停車です。この電車はワンマン電車です。次は柏原南口、柏原南口です。お客様にお願いいたします。道明寺駅を出発し、しばらく大和川に注ぐ石川の堤防に沿って走った後、大和川を渡ります。柏原南口、柏原南口です。お出口は右側です。扉にご注意ください。大和川を渡る近鉄線は先ほどの南大阪線と近鉄大阪線、そしてこの道明寺線と路線は違いますが3カ所あります。大和川を渡り終えたすぐの場所に柏原南口駅はあります。柏原南口駅を出発しました。まもなく柏原です。JR 線はお乗り換えです。IC カードで JR 大和路線の線路が近づいてくると終点柏原駅に到着します。片道 2.2 キロ4分ほどの短い路線ですが、柏原駅、柏原南口駅で大阪線と徒歩連絡できる上、柏原駅で JR 大和路線に接続するとても重要な路線でもあります。歴史あるこの区間を走る電車は2両編成で、道明寺駅と柏原駅の間を日中30分間隔でのんびりと行き来する大阪とは思えない
ローカルな路線でした。続いて河内山本駅にやってきました。次に乗車するのは市議線の電車です。市議線は大阪線河内山本駅から市議山口駅までの路線です。こちらも道明寺線と同じく2両の電車が行ったり来たりしています。折り返し市議山口行きの電車が入ってきました。乗車したこの日の市議線の電車はラッピング車両高安学山でした。市議線の電車は専用の乗り場5番線がありますが、大阪線の列車からの乗り換えを考慮して対比で1番線が使われていないときは大阪線の1番線から発着しています。近鉄線の優しさの表れでした。河内山本駅を出発しました。出発してすぐ近鉄大阪線の線路と分岐します。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は市議山口行きです。次は阿久井川です。Thank you. しばらく走行した後、高架に上がり、大阪外環状線の道路を越えます。市議線も大阪府下を走るローカル路線ですが、服部川駅付近から終点の市議山口駅までは急勾配の区間が続きます。この区間の勾配には40ミルの急勾配があり、こちらは近鉄の鉄道路線の中でも最高の勾配です。河内山本駅から5分ほどの所要時間ですが、途中からは急勾配をモーター音を鳴らせながら登るので迫力ある走行音を楽しむことができます。ご乗車ありがとうございました。まもなく市議山口です。市議山口駅に到着しました。この駅からケーブル線近鉄西市議ケーブルに乗り換えて高安山駅に向かうことができます。ローカル線の区間と山岳鉄道の区間両方を同時に楽しむことができる贅沢なローカル線市議線でした。最後は潮見橋駅に来ました。ここは大阪市浪速区です。すぐ近くに阪神難波線の桜川駅があります。桜川の次の駅は大阪難波駅です。大阪の繁華街難波から一駅の場所とは思えない南海電鉄潮見橋駅の佇まいです。まるで昭和の駅のようなどことなくノスタルジックな駅構内でした。こちらの地図はこの場所にかつてあった昭和30年代当時の南海沿線観光案内図を参考に現在の地図に復刻したものです。これから南海高野線で岸の里玉出まで行きたいと思います。時刻表は深夜を除ききっちりと30分間隔でした。高野線の起点は難波でしょうとお思いの方も多いですが、高野線の正式な起点はこの駅潮見橋駅です。現在は高野線とは線路はつながっておらず、すべての電車が岸の里玉出までの折り返し運転ですが、1985年までは高野線と線路がつながっており、それまでは高野線直通電車も存在していたそうです。そんな南海高野線潮見橋岸の里玉出間ですが、現在は2両編成の電車が行ったり来たりしています。
使用車両は高野線山岳区間用の2000系でした。高野線の過酷な山岳区間の走行に対応した車両です。一部の4両編成の車両は今年春にデビューした高野線の新観光列車グラン天空に改造されています。塩見橋駅を出発しました。南海高野線塩見橋岸の里玉出駅間は岸の里玉出駅構内を除きすべて複線となっています。これはこの区間がもともとは南海高野線という本線だったことを物語っています。一本の電車が行ったり来たりするローカル線なので単線に変更してもいいですが、現在も複線で残されています。今後のなにわ筋線の開通により存続が危ぶまれていますが、現在のところ塩見橋線の廃止の計画はないと南海電鉄はコメントしているそうです。途中の各駅は先ほどの塩見橋駅とも負けずとも劣らない昭和ムードあふれるノスタルジックな駅ばかりでした。駅間の線路もきなびた感じのあふれる都会のローカル線にふさわしい雰囲気でした。岸の里玉出駅の手前で高架線に入りますが、この区間の手前からは複線から単線へと変わります。塩見橋岸の里玉出駅間は9分ほどです。ノスタルジックな都会のローカル線はあっという間に終点に到着しました。現在線路がつながっているのは高野線ではなく南海本線です。終点の岸の里玉出駅では南海本線と高野線に接続しています。今回取り上げた2両編成の列車ですが、これ以外にも大阪府下には近鉄南大阪線、南海高篠浜線、神奈川線、水間鉄道などでも走っていますが、今回は省略させていただきます。2両編成で運行される特急普通電車にはそれぞれ理由があると思います。2両で十分なものがほとんどでのんびりとしたローカル路線が多いですが、それぞれの路線に歴史があり過去を調べてみるのも興味深く楽しかったです。特急の2両編成は偶然ですが新しい特急車両と古い特急車両という対照的な2列車となりました。大阪府下には意外にも多くの2両編成の列車が運行されていることに驚きでした。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。